今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に日本語と日本文化をゆっくり楽しく勉強していきます。さて、今日は海外の方からとてもよく聞かれる質問について話したいと思います。それは、日本人女性は本当に外国人と結婚したいのかというテーマです。ソーシャルメディアや YouTube、コメント欄などを見ると、日本人女性って外国人が好きなのかな？外国人と結婚したい日本人女性多いのかな？そんなね、声をよく見かけます。実際、ソーシャルメディアで日本人女性に対して外国人と結婚したいですか？というふうな質問をすると、多分 80% ぐらいの日本人女性は、はい、憧れてますとか、はい、かっこいいと思います。はい、機会があったら、こんな風に答えることがあるかもしれません。なので、日本人女性はすごく外国人男性が好きだっていう風に思ってしまう気持ちも正直よくわかります。でも今日はそのはいの意味について少しだけ文化の話をさせてください。まず現実の数字から見ていきましょう。皆さん数字を聞くのは嫌ですね。私はね、かつてアカウンタント、会計士として働いていたことがあるので、数字は全てを物語っていると思います。日本の国際結婚の割合はだいたい3から5% と言われています。やっぱりね、近年になってどんどん国際結婚をする人が増えてるんじゃないかって思う人も多いかもしれないんですけど、実はずっとこのくらいの割合なんですね。つまりソーシャルメディアでは外国人と結婚したいという人は多くても、実際に国際結婚をしている人はほんの一部なんです。私の場合で言うと、思い返すと、生まれた時にね、鎌倉に引っ越してくる前に一番仲良かった友達っていうのはハーフの、家族でした。そして鎌倉に引っ越してきた後、仲良かった友達はモロッコと日本人のハーフでした。でも実際学校の中にどれだけハーフの友達がいたかなって思うと、だいたいクラスに一人か二人、多分一人くらいかなっていうイメージはありますね。なので、昔からもちろん外国人と結婚する人はいるし、ハーフの子はいるけど、別に今になってすごくね、その割合が増えてるかっていうと、そうではありません。じゃあ日本人女性はみんな嘘をついているのか？実はそういう話ではありません。これは日本人の考え方の文化の違いかもしれませんが、日本人女性は何か相手から質問をされたり、何か言われたときに、なんでこの人はこういう質問をするんだろうとか、なんでこの人はこういうことを言うんだろうと考えます。例えば、この人は傷つきやすいのかなとか、自信がないのかなとか、それともちょっとロマンを期待してるのかなとか、もしくは自分がこんな風に回答したら、SNS がね、盛り上がるんじゃないかなとか、そうやって相手の気持ちを想像したり、相手が自分に対して何を期待しているのかっていうことをね、すごく考える生き物だと思います。よくね、日本では、わー、すごくあなたは気が利くねっていう、
褒め言葉がありますが、気が利くってね、相手が何か言わなくても気を利かせて、相手が何を考えているか、今必要なことは何かっていうのを察知してね、行動するっていう意味なんですけど、やっぱり私たち日本人女性は生まれた時からそうやってね、気を利かせることを、訓練してきた人が多いんじゃないかなって思います。なので、とにかくね、自分の本音よりも、相手が嫌な気持ちにならない答えとか、その場の空気が一番良くなる答えっていうのを選ぼうとします。なので、外国人と結婚したいですかとか、白人と結婚したいですか、黒人と結婚したいですか、アジア人と結婚したいですかっていうふうに聞かれたとき、本当は正直わからない。正直考えたことがない。と思っていたとしても、空気的に、ちょっとここでね、いやーっていうのはちょっと冷たいかなとか、誰かに人種差別主義者だと思われたくない。そんな思いから、とりあえずその場の答えとして、はい、って感じでね、イエスっていう風に答えることが多いんです。実際やっぱりそういう動画ってすごくバズるし、SNS で皆さんがよく見るのはすごくよくわかります。でも実際に国際結婚を真剣に考えると、そこにはね、すごく大きな不安があるんじゃないかなって思います。まず一つ目は語学への不安です。好きな気持ちがあっても、英語や他の言語で自分の本当の気持ちを伝えることはすごく難しいと思います。特にね、喧嘩をした時や将来の話をする時、家族やお金の話をする時、本当に私はこの人にちゃんと伝えられるんだろうかという不安はとても大きいです。好きよりも伝えられない怖さの方が勝ってしまうこともあります。実際私は海外のね、友達と、ロードトリップをしているときに、別に恋愛関係とかではなかったんだけど、ただ、やっぱり長いね、時間を一緒に過ごす中で、相手の言ってることがちょっとよくわからないなって思ったりしても、なかなかね、ごめんなさい、今なんて言ったかもう一回言ってくれるっていうのを、だんだんね、伝えられなくなっていって、だんだん相手が何かを言っているんだけど、それが完璧に理解できてないんだけど、分かったようなふりをして聞いちゃった時もあって、でね、だんだん、そもそも相手が何を言ってるのかっていうのが、もうだんだん頭に入ってこなくなっちゃって、最初のね、話のね、7割ぐらいは理解できてたんだけど、だんだん後になるにつれて、もう相手が何の話してるのか、本当にわからなくて、でも相手も別に、ね、もうずっと話し続けてるし、どうしようみたいな。私自分の言いたいこと伝えられるのかなっていうのはすごい不安になりました。これただの友達関係でさえもそうだから、多分恋人関係ってなったら結構言語の壁は大きいかもしれません。やっぱりね、個人的な意見なんですけど、語学を勉強したことがない人には、語学をね、勉強している人の気持ちっていうのはわからないんじゃないかなって思います。やっぱり英語ってね、世界中の人が使う言語だし、中には外国語を勉強したことがないっていうね、人もいるんじゃないかなって思うんだけど、やっぱり日本語をちょっと勉強していて、お互いのね、やっぱ違う言語を学ぶってことがどれだけ難しいかっていうのを理解して、ちゃんとチャット GPT を使おうとか、Google 翻訳で確認しようっていうふうに、いちいちそういうね、めんどくさいことをね、一緒にできる相手じゃないと、ちょっと国際恋愛は難しいと思います。やっぱりね、大事な話をね、その雰囲気で話しちゃうと、ちょっと危ないと思います。なので、皆さんみたいにね、日本語を勉強していて、
日本語と英語がどれだけね、違う言語かっていうのを理解して、そしてちゃんと翻訳アプリとかをめんどくさがらずに使ったり、こうやってね、ゆりちゃんの動画を見て、そういう日本語のニュアンスの違いがあるんだっていうことを勉強しようとしてくれている人は、間違いなく大丈夫だと思います。これからもね、その調子で勉強してたら絶対大丈夫だと思うんだけど、そうじゃなくて、日本語を勉強する気がありません。でも日本人と結婚したいっていうのは正直難しいかなって思います。日本人女性にとってちょっと結婚を考えるのは難しいかな。二つ目は島国という感覚ですね。日本は見ての通り島国で、多くの人にとっては家族、友達、仕事、すべてが日本の中にあります。中にはね、生まれてから一度も海外に住みたいと思ったことがない人、海外旅行に行きたいと思ったことがない人もいます。実際海外に行きたいと思っていた人でさえ、実際に海外に行ったら、日本ってなんていい国なんだ。やっぱり日本が一番、日本食が一番っていうふうにね、思う人も多いと思います。それからもちろんね、パスポートを持っていない人っていうのも人口の 80% 近くがそうなんですね、実は。飛行機が怖い人っていうのもたくさんいます。そういった人にとって海外っていうのは、憧れっていうよりかはちょっとね、未知だったりとか不安だったり、日本よりいい場所かどうかちょっとわからないっていう感じなんですね。多分ね、皆さんも、いや、日本の方がいいだろうって思う人もいるかもしれません。日本人も、ほとんどの日本人は、やっぱり日本よりね、安全で、食べ物が美味しくて、そして安い国っていうのはないので、そう、海外にね、住みたいかっていうのも大きな理由の一つかもしれません。そして三つ目です。三つ目は、日本人女性だから結婚したいっていうふうに言われることへの怖さですね。やっぱり自分というね、一人の人間ではなく、日本人女性っていうね、イメージだけで見られているように感じると、すごく不安な気持ちになるかもしれません。例えばね、よく SNS で見るように、日本人女性は従順だとか、日本人女性は感情的にならなくて、いつもニコニコしてるとか、それは正直言って SNS だけの建前だと思います。多くの日本人女性は生理前になったらたくさんのお菓子を食べるし、すごくね、感情的になって泣いちゃったりとか怒っちゃったりするっていう人もいますし、そして従順じゃなくてすごくね、わがままな人もたくさんいると思います。でも、やっぱ人間なのでね、それはしょうがないかなって思うんだけど、そういう一面もちゃんと理解していないと、やっぱりね、理想だけで日本人女性と結婚したいっていう人は、やっぱりどこかで理想が崩れる瞬間があるんじゃないかなって思うんですね。やっぱり本当にその人を愛しているのか、ただ単に理想のイメージを押し付けているかっていうのは、やっぱりね、相手には分かっちゃうかなって思うので、そこは日本人女性だから好きなのか、相手がね、本当に素敵な女性だから好きなのかっていうところは、よくね、考えた方がいいかなって思います。なので、まとめると、外国人と結婚してもいいという言葉と、外国人と一緒に人生を作りたいという言葉は別ですね。全く別です。ロマンと現実は違いますね。多くの日本人女性はきっと、国籍っていうのを、大切にしているわけではありません。安心できる人かどうか、そしてね、価値観が合うか、もちろんコミュニケーションが取れるか、将来の生活が想像できるか、その中にたまたま外国人の人がいるっていうことはあっても、外国人だからという理由で結婚を選ぶ人はほとんどいないと思います。なので今日の答えはこれです。日本人女性は外国人と結婚したいわけではありません。
ただ安心して生きられる未来を選びたいわけです。もしあなたが日本人女性と出会ったら、国籍ではなくてね、その相手の世界だったり不安も一緒に理解しようとしてあげてください。きっとそれが本当の意味での国際恋愛だと思います。皆さん、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。お疲れジャパニーズのゆりこでした。それではね、皆さん今日はゆっくり寝てね。おやすみなさい。